皆さんこんにちは。 TKTV 土屋圭一です。朝一から袖ヶ浦に来ております。都内からね1時間ぐらいでここまで来れちゃうんですごい便利なサーキットですよね。来る途中ね海ほたるですとかアウトレットパーク木更津もあって、ドライブがてらねサーキットに来ようかと。あとはもう自走で来て自走で帰るっていう、これが僕が考える皆さんにおすすめするサーキットの楽しみ方、遊びですね。サーキットで遊ぼうよっていうことで、今回僕の車のトヨタ FT86 ですけれども変更点をご紹介したいと思います。少しずつですけれどもね。何俺の車見てんだよ。車のチャンネルも来てるぜということで、あとはね3ちゃんですよ今回は。BRZ86 マガジンのねザッカーの来ておりますということでね、皆さんにご紹介していこうかなと、そんな感じで、僕の86の変更点はね、いろいろちょっと変わってますけれども、前回から足回りを KW の足回りを最高の史上最強の78万円のサスを入れましたね。あの辺のただの遊びの足とは違うんだ。今回の俺の足はバシッともうサーキットもタイムが出る、街乗りもいい、こういう足回りですよ。別端ですよ。ああいう普通の足回りとは違うね。そう語弊がありますよ。なんかいろいろ生みますよ。何かを生みますよ。君たちのあの足もいいんだよ、はい、悪くはないの、だけど俺の場合はサーキットでコンマ1秒100分の1秒を詰めるために、そしてストリートも乗り心地は心が豊かになるような乗り心地を求めて78万円の KW を入れてきた。78万円ですか。だけど大湯選手なんかね100万円の足回り入れてましたね。そうですね。あれは金に物を言わせてるよ。いやちょっとね値段じゃんけんは勝てないですね。全く。だから俺のは前回から比べると4スロにして、気分は最高。最高。じゃあ高揚感は増してるってことですね。増してる。俺的には86の音を出したかったの。86の音を普段からこうね堪能したいな。確かにこのエンジンルーム開けた時のねファンネルのいいよね、ビジュアルがねやっぱそうですよね。見た目音、脳にくるね。こういうので4スロにしたの。もう気分が大事なの。車としての。そうだから、俺のなんかは100万円で買ってきて、で4スロにして140万でしょ、工賃込みで。だからそれで何秒出るかなっていう。だからタイヤも別にハイグリップじゃなくて、俺はミシュランのパイロットスポーツ 4S、もうこのストリートでも全然楽しめるタイヤですもん。減らない。本当ですか。サーキット1日走っても本当そのまま帰れる。で今回シート変えたんだよ。そうなんですね。シートは9月の15日発売のニューシートです。ニュー。さらに合成が上がってます。これここに職人ドンって入ってましたっけ。前この辺にドンだった気がする。余計なお世話だよ。どこに入れようが俺の勝手だろ。デザインのねこう変更。あとは合成。あとはこうサイドね、サイドのお尻から太ももにかけてサポートしてるのね。なるほど。でも助手席は乗り降りがしやすいように違うのを書いてる。運転席だけフルバケ仕様みたいな。本当だ。そう。この助手席はねこの辺サイドサポートちょっと下がり気味というか。そう、たまにお姉ちゃん乗せるから乗り降りがしやすい方がいい。そういうことだよ。そういうことですね。大事なことなんだよ。大事。もしそれを言うのであれば普通のシートがいいなと思いますけど、お姉さん乗せるなら。攻めましたね。格好が大事なんだよ。外から見た時のね。見た目が大事なんだよ。赤シート、やっぱり職人のキングシートがね。そういうのがあって、カラーの文字盤なんかも表示されるデフィのメーターも俺変えてんの。今回からカラーのメーター、デフィのメーターね。これですよね。うわ、これ新しいやつですよね。ちょっと私欲しいやつです。これね、軍祭で変えてもらったの。軍祭。そう。前のはさ色がなかったの。で今回のは色付き。しかもサイズ感同じぐらいですよ。一緒。見た目重要なのよ。見た目は確かにこれ見た目がなんかあれですね。この本当に街乗りでも全然楽しめるしっていう、でも走り好きからしたらおってなるようなカラーがね、いいでしょう。
ねうわで来た来た来た。ほら4スロうわ嘘でしょ。これちょっと。これいやそうどういうこと？そっか上になるんですね。かっこいいやんちょっとうわ何これ。ね、何ですか FA210 見たことないですよこの。まあ、馬力的にはね計測して 176.7 馬力かな、はい補正すると200馬力ちょっと、うんまあ、トルクが5800ではい 22.8 キロと、はいまあ、ほぼほぼカタログ値なんだけど、はい。かっこいいからいいと。これはすごいな。やばいな。あとはもうサードダンパーね、はいあ本当だサードダンパーははい。タイムには影響しないんだけど乗り心地で満足できるっていうしっとりくるだからバネレートを上げてもはいしっとりくる、へえ。あ、じゃあそういった意味でもこうサーキットでも走れるしってそれこそやっぱりそのままサーキットから帰る場合でもその柔らかくなるっていうところで。全然いいからいいってことですね全然いいあーねまあ変更点としたらこんなところかな。なるほど。そいやここのインパクトがインパクトすごすぎて。うめっちゃかっこいいよ。かっこいいな助手席のシートはね乗り降りしやすいようにねこれここですね。こうサイドが低いのはい。あーすげえ。だから運転席と助手席ではこうやってシートを分けてます。うんうん。これもね新しいシートなの。あ今年のそう9月15日に発売したシート。ちゃんと助手席のシートもそうそうそうあれなんですね。ああなるほど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 。いやーかっこいいね。やっぱこの黒に赤また映えますね。映える映え映えますね。る。もうね進化してるんだよ。出ますね。なかなかいやもうずっとね。バックで出ます。うん。あこれからですね。さあそれでは行ってみますか。本日の DKTV 黒八ちょこちょここうやってね変えていくのが楽しいんですよ。チューニングは金持ちはね大湯みたいなやつは一気にやってもいいけどさ。はいさあそれでは行ってみますか。なかなか来ないね。いい音だな4スロ。やっぱ4スロだよね。4スロめっちゃいいわ。いい音だよね。ほらめっちゃいい音だよね。86だ。86ミッケ。いいねみんなこういう平日に走りに来てて。楽しそう。割と今日混んでるね。クリアラップ取れるかな。俺はちょっと今日は難しいぞ。まあでもちょっと頑張ってみよう。いい音だー
早いな。スイフト速い。やっぱターボは速いな。いい足だ。シートもいいぞ。足がすごいしっかりしてる。なかなかいいぞ。BM 追いかけますか。なかなかいいよこれね。え全然いいんだけど、ちょっととってもいい感じ。いいね。ね、タイムよりもさ、気分がめちゃいいんだよ、4スロって。本当に足はね全然いいよこれ。やっぱね高いだけのことはある。大湯くんの100万の足も乗ったけど、やっぱ S 2の中では一番こう安心できる足かな、攻めてってね。あれはいい足だ、なかなか。いやこれもいいよ。78万円、さすがですよ。しっとりしてるんだけど粘るんだよね。いい足だこれは本当に。安っぽさがないよ。ポコポコ跳ねないし、ギュッとしてる。なんか高そうって感じの足、本当に。いやいい、シートもいいわね。デフィのメタもいいし、なんかこうちょっとずつで良くなってるでしょ。皆さんにダメなもの紹介しないから。本当なんかいいものをこう探してきてつけて、それから皆さんにご紹介してます。どうですか？これはいいわ。いい感じです。これ全然いいわ。フィーリングがタイム的には今19秒5なんですよ。特にアンダーオーバーもバランスよく、硬い柔らかいもそんなにない、こんなもんだよ。セットは基本的にこれのままで、あとはタイムがどこまで詰められるかっていう。まあこんなもんだろうな。後ろちょい硬くしてみようか。後ろだけ、どうしよう、伸び側だけ硬くする感じにしちゃいますかね。わかりました。じゃあ1個硬くしてみます。伸び側だけワンクリックやってますんで。いいよ。はい、お願いします。
さっきよりいいかな。だいぶ変わるよ。めっちゃいい音。ワンクリックで落ち着くね。あとはタイム出したいんだったらハイグリップタイヤ履けばいいんだよ。だけどほんとなんかこうね、パイロットスポーツ 4S って分かりやすいんだよね。そのアンダー出る時もオーバー出る時もタイヤがねじれて戻ろうとするところもすごく分かりやすい。楽だね、ミシュランはね。こっちの方がいいね。こっちの方がいいです。ちょっと試したいんですけど、ダンパーいじってもいいですか？いいよいいよ。じゃあちょっとハンドルは左に切ってます。ちょっとあっち側に。はい。タイム変わんない？タイムはそうですね、伸びてない。お願いします。はい。さあダンパーを変更しました。タイヤ的にはね、今のバランスが一番いいよね。ダンパーをいじってどう変わったか。
はこっちの方があるかもね。楽しいわ本当に。いや足懐が深い。これ今までのは悪くはないんだよ。やっぱこうちょっとこう車庫調だなっていうポコポコ跳ねるところがあるんだけど、これは跳ねるところがこう丸いんだよね、頭が。そこがなんかこれは高そうな車だなっていう感じ、高そうな足だなって感じ。どう変わった？タイムは伸びなかったんですけど、フィーリング的にはフィーリングはこっちの方が落ち着く。最後の方が落ち着く感じ、なんか楽に乗れますか？こっちの方がね。前の足と比べてもサーキット乗るのは楽、こっちの方が楽。まあタイムどうこうよりとりあえずそこを感じてもらえたら。17秒0。前のタイムは17秒入ってたんですけど、今回のは一番よって19秒5。そんなもんか。まあでも上出来だよ、これで上出来。乗りやすくなったという。乗りやすい、この足は乗りやすい。楽に乗れるのであればそれで。そう。あとはまあ来年に向けて4スローはもうここまでかな。4スローでどこまで速くなるかなっていうのは、あとはターボつけてどうなるかっていう感じだよね。いや足いいよ。さあ前回から変わったのが KW のサーキット専用ではないですけども、サーキットでタイムアタック仕様の、あれ前のもだってバンプリバンプ調整できたでしょ？調整できます。前のは基本的にはストリート向けのサスペンションなんですよね。で今回のはクラブスポーツっていう、いわばサンデーレーサー向け、クラブスポーツ用途っていう感じの、前のよりはもう少しスポーツ走行、サーキット走行を想定したサスペンションになってます。別端だもんね。別端の3ウェイになってますね。別端だよね。3ウェイになってます。前回のじゃあ3ウェイではない？前回のもすみません3ウェイなんですけど、前のはバルブが違うんですよ、これと。前の3ウェイ ST の3ウェイっていうのは、もうちょっと前につけていただいてた KW の V3、バージョン3のバルブスペックの3ウェイになってるんですけど、これはまたもう一歩上の V4 バージョン4っていう、スペックのバルブを使ってて、バルブのスペックがワンランク上がって使用用途も、よりワンランク上にいってるというイメージですね。
なるほどね。サーキット仕様だとなんかこう足硬いって感じがするんだけど、はいはいはい、その辺はどうなんですかね。その辺がもう体感いただいてると思うんですけど、街乗りも結構乗り心地が多いし、こういうサーキット走っても多分楽に速く走れるというか、いや軍祭乗った時に跳ねないから、はいはいはい、こりゃサーキットでもぐにゃぐにゃするんじゃねえかと思ったけど、はい、全然そんなことないんだよね。サーキットでもビタッとして、はい、でしっとりしてんだよね。不思議な足。意外とそのクラブスポーツって言ってても、バネレートがすごい硬いわけじゃないんですよ、これも。フロント6キロのリア7キロっていうレートで、やっぱりしっかりバンプラバーも仕事してて、でもちろんそれを収めるダンパーも仕事してるんですけど、もうその辺があまりちょっとこう考え方が普通と、違うというか、はいはい、ところもあって、まあ高いだけのことはありますよ。軍祭でも良かったし、このサーキットでもめちゃいい。もうタイム出すんならこういう足ですよね。突き詰めていくという感じです。今回セッティング途中で2回変更してるんですけど、基本的には一番最初にセットさせていただいた、セットで、これでいいねと言っていただいてて、で少し試してみようっていうことで、フロントのバンプロースピード、リアの、リバウンド、リアの、バンプハイスピード、この辺りを、数種類ちょっと試させてもらって、またさらに乗りやすくなったね、乗りやすくなったねっていうコメントをいただいてます。このダンパー 3way で、KW のダンパーだと 2way だったり 3way だったりっていうラインナップがたくさんありまして、その調整した時の体感だったりとか、あとはこの KW って腹頭式のダンパーが、メインになってきまして、スポーツ走行になかなか向かないと、世間では言われる腹頭式のダンパーなんですけど、それのフィーリングを体感できたりで、実際に KW ついている方向けに、うちで、開催している壮行会、富士ショートだったり、鈴鹿ツインだったりっていうあたりで、やってるんですけれども、実際に、調整のアドバイスだったりとか、こうやったらこういう方向性に行きますっていうのをいろいろ体感していただけるような企画を定期的にやっておりますので、次回も年内中11月頃にはちょっと予定を、検討しているところですので、ぜひそういったものにもご参加いただけると、KW への理解が深まるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。